本日はこのようなインタビュー時間を確保していただき感謝いたします。まずは新谷先生のご経歴を含め自己紹介をお願いいたします。Guten Tag oder guten Morgen, Frau Tanaka und Herrn Hanada und meine Damen und Herren. Mein Name ist Aratani, mein Familienname ist Aratani, ich buchstabiere. Anton Richard Anton, Theodor Anton, Nordpol Ida. Und mein Vorname ist Kazuhide, Kaufmann Anton, Zacharias, Ulrich, Heinrich Ida, Dora Emil ist mein Name. Freut mich. ドイツ語はここまでにして、日本語で言いますと、1957年2月23日生まれて、2月23日は、くしくも今の天皇陛下と同じ、お誕生日で、祝日なんですが、今の会社では働かなきゃいけない。1957年2月23日生まれの65歳です。神戸市の灘区で生まれまして、3歳で大阪の茨城市に移ってきて、高校卒業、高校は茨城高校、大阪府の茨城高校を卒業で滋賀大学に入って、4年間下宿、北野寺すぐそばにあります。北野神社、そこの、西門出てすぐの、そこの鐘付堂の前に、納屋がありまして、そこの納屋を4つに仕切ったところで、6畳で、4部屋あって、そこに家賃6000円で4年間下宿をしてました。経歴だから大学時代のことはまた後で触れることがあるんでしょうけれども、家内は滋賀県の彦根の出身で、大学の4年生の頃から付き合いだして、入社してすぐに結婚をして、今は、その家内とずっと一緒にいてもらってまして、息子が2人、41歳と36歳の息子2人と、孫は女の子が今高校1年生ですね。ですから田中さん、花田さんとは、45歳違いなんで2世代違うということになってます。簡単にですね、そのところですかね。はい。ありがとうございます。ではまずはじめにグローバルビジネスの講義についてお聞きしたいと思います。おととし今年度とグローバルビジネスの講義をご担当いただきましたが、講義内容について教えてください。ですね、講義の内容としては、私自身が日立グループの商社で34年半勤めてまして、海外駐在したのが17年間、西ドイツ6年、西ドイツのミュンヘン6年、その後はアメリカのシカゴ、アトランタで7年、またドイツに戻ってドイツのミュンヘンで2年、UK のロンドンで2年、計17年間欧米で海外駐在させていただいて、その間に35カ国、ヨーロッパ、米州、アジアが中心なんですけれども、そこで35カ国でビジネスの経験をさせてもらって、その駐在と海外のビジネスの経験を皆さんにお伝えするという講義です。ただ一人で15コマをちょっと話すのは非常にきついんでですね、自分の経歴中心の講義というのは5コマから7コマで、あとはZoom でゲストスピーカーに日本や世界各国から入ってきてもらって、
残りの8コマもしくは10コマをこなすという形の講義の形式を取らせてもらっています。2年前は9名、8コマをZoomのゲストスピーカーに入ってもらって、今年はお二人にも出てもらったように、10コマで11名の、ゲストスピーカーを招いて、皆さんいろんな経験をお持ちなので、そこで話してもらう。で講義としてはやっぱり英語なんで、学生の皆さんに少しでも話す機会が、を持ってもらいたいというので、前もって、Zoom のゲストスピーカーからは英語で略歴をもらって、でその略歴に沿って、学生の皆さんに質問を考えてもらって、その質問に対して答えてもらうというので話をしてもらうという格好ですね。本当であればゲストスピーカーにもっと学生の人に質問をしてほしかったんですけれども、皆さん話好きの方が多くてですね、ゲストスピーカーの話がほとんどだったんですけれども、唯一サンフランシスコで、現役のハイスクールの現地校の先生をやっておられる曽田明子さんは、やはり職業柄かな、結構学生に、皆さんに質問をされていたので、彼女ぐらいですね。あとは皆さんやっぱり遠慮されてたというより、むしろ自分が話したいという気持ちの方が強かったんだと思います。そういう形式をとってます。できるだけ多くの人と学生の皆さんとで話をしてもらいたいと、英語で。というのはやっぱり英語で自己表現できるように、講義に参加しているメンバー全員がそう思って講義を行ってました。Or to the office, weekend, and they worked. But at that time, my boss said, you have to concentrate. Everybody in our office was so busy, but anyway, I concentrated. And first 9 months, that's a company rule, according to Hitachi Group company rule. First 6 months, the employee from Japan has to work and live alone without any. I spent 6 years in Munich, but no stay. Sunday night I never stayed at home because I would like to explain. Again in France, so sorry. I just arrived in Munich and my first business trip to Angers, a very nice town. You said having your own business was better choice for you than continuing to work in the company. So in the case of starting business, which do you recommend doing so just after graduation or after having experiences of working in some company? So your question is what is the most important to work after the company? That is your question? Yeah. So I think the important is how to enter your life background. So maybe you know the professional major leaguer
life plan until the becoming the major leaguer Yeah. from very childhood. So I think it's you these people, these students, you make such design from now on. Maybe you have already such life plan, design. So I think it's from now on, you study the place the Shiga University, and you enter the company or you enter some engage in some business, and after that you have what kind of work, how do you live, such kind of the 10 years or 20 years or 30 years from just people. Generally, that's kind of the life plan and design very important for the decide work or decide to the occupation, decide to the business. Yeah. That's the life. Thank you for.ありがとうございます。新谷先生やゲストスピーカーの方の貴重な経験を聞くことができるグローバルビジネスなんですが、なぜ先生はこの講義をご担当いただこうと思ったのか、経緯を教えていただくことは可能でしょうか。はい、私は大学時代弓道部で体育会の仕事をやって、その後日立グループの商社に入って、東京の本社や海外回ってて、全く滋賀大学とのお付き合いがなくて、弓道部の OB 会も出ず、体育会の OB 会も出ず、陵水会の、東京にいたから東京支部の総会にも出なきゃいけないんだけど、そういうのにも全く出ず、関わりだしたのが、日立ハイテクを早期退職してからなんで2013年、そこから弓道部の OB 会も毎年で、大会の OB 会も毎年で、陵水会も、大阪の茨城に帰ったんで、大阪支部の総会にも毎年で、というので2013年から始めたんですけど、ちょうど2019年の7月の頃にですね、2019年度のリーダーシップ論、2019年の10月の10日なんですけれども、そこを担当することになりまして、でその前にあった7月の大阪支部の総会でですね、今の陵水会の理事長の山田さんが当時陵水会の大阪支部長だったんですけれども、そこで当時の経済学部の学部長の田中さんと話をされてて、英語での講義ができる人を探してるんだけれどもということで、山田さんがちょうどいいのがいますよと、もう海外ばっかり行ってるのがいますから、こいつどうですかというので紹介をされて、でその後リーダーシップ論やってですね、その時の題名が確かグローバルの人材をもっとどんどん育成したいというので、そうかい、それでリーダーシップ論の講義やらせてもらったんですけど、小野先生にもその時言ったんですけど、この内容全部英語でできますよと、90分おしゃべりましたけど、希望としては英語でしゃべりたいです、と言いましたところ、田中学部長から沢木先生、宮西先生が紹介していただいて、それで2020年度に英語でのグローバルビジネスの講義をやってくださいと。でリーダーシップ論はこれ1コマなんで、よかったんですけれども、15コマ全部1人でやってくださいと言われて、私1人で15コマは無理ですと。大変ですね。ただし日立ハイテクの大先輩や同僚や、海外の友人がいるんで、彼らをZoomで入ってもらって、
学生たちと話をしてもらうという形式でもいいですけど、それでよければお引き受けしますといったところ、当時の田中学院長の沢地さんも宮城さんもそれで十分ですと、お願いしますということで2020年に始めました。で2021年は伝送の OB の方をはじめですね、4名の方が、製造業編ということで、やられました。今年度もひょっとしたら彼らがやってたかもしれないんですけど、ちょっと4名のうち1人が海外駐在で、その方が海外駐在に出ちゃったりしたらしくて、でまたやってくださいと言われたので、私でよければまたやりますよ。ただ2年前の講義の反省としてですね、女性のゲストスピーカー1人も用意できなかった。8コマ9人の2020年度のゲストスピーカーは全員男性で、なんとか女性をと思って、コンタクトはしたんです。やっぱり断られてしまって、だから今年度はもう絶対女性のゲストスピーカーを入れるぞというので、3人確保して、ちょっと3人目は高校の同級生で、JAL のキャビンアテンダントをやってた彼女がちょっと都合合わなくて、彼女ももう英語喋りたくて仕方がないです。ずっとカリフォルニアにいて、今大津に戻ってきたんですけども、カリフォルニア語を喋りたくてグズグズしてますという彼女だったんですけど、彼女はちょっとセットアップできなかった女性2人入れたのと、あとは陵水会のメンバーお二人です。東京陵水の支部長の能島さんからご紹介いただいて、上田さんともう一人、清塚さん、お二人入ってもらって、だから今年度の特徴としては女性2人入れたのと、あとは陵水会のメンバーを2人入っていただいて、というのが今年度の特徴ですか。いろいろ考えながら来年度以降もやっていこうと思います。今お話ししていただいた経緯で始められたこの講義なんですけれども、この講義を運営される上で一番苦労された点は何でしょうか？そうですね、やっぱり英語なんで話してもらいたい、どうやって話してもらうかな。例えばゼミのようにね、なんか題名が決まっててみんなで議論するというのもあるかもしれないんだけれども、1回生から、4回生までバラバラで、英語の実力もバラバラでというのはやっぱりなかなか学生さんたち同士で話するのは難しいかなというので、私やゲストの方と話をしてもらうというところからが一番苦労しました。どうやって学生の皆さんに話をしてもらうかというのは課題です。今回ソーダアキコさんがすごい質問を投げてくれたので、今度のゲストスピーカーも自分ばっかり喋らずに学生の人がね困るぐらいちょっと話をさせてくださいというのが来年の以降も言うと思いますけど、やっぱりいかにして皆さんの会話の回数、分数を増やすかというのが一番苦労した課題です。ありがとうございます。それではグローバルビジネスという授業を通じて学生に伝えたいことは何ですか？またどのような能力を身につけさせたいと思われますか？ですね、グローバルビジネスという題名を掲げてですね、2年前に、私の会社の前の会社の8年先輩、ちょうど陵水会の山田理事長と同年代なんですけれど
その方はコチヤさん、2年前の今回のゲストスピーカーで出ていただいたんですけれども、その方から言われたのは、あなたにグローバルっていうのはもう死語だよと、そんなのはもう20年前の言葉だと、今ビジネスにあらゆるビジネスでその世界とつながってないものなんて何にもないと。もう農業だろうが漁業だろうが家を作ることだってもう何らかの世界との関わりというのはあるんだから、グローバルというのは意識するのがおかしいと。だから改めてグローバルっていう必要はないんじゃないのという指摘を、コチヤさんから受けたんですね。でその時彼から言われたのは、1990年代ですかね、フリードマンさん、経済学者のフリードマンさん、The World is Flat、もう30年以上前からそう言われてたんですよね。もうそこから30年経ってね、通信も発達し、ソフトウェアも発達し、SNS もでき、もう世界がどんどん身近になり、一つになり、複雑な面も出てきました。だからグローバルビジネスという一言だけでは言い切れない社会なんですけれども、とはいえやっぱり世界中の人たちと仕事をする、コミュニケーションを取る、お互い学び合う、リスペクトするというのはやっぱり英語が重要だよ。もう英語なんて話せて、世界中誰でも話せて当然だよねという社会が来てるので、やっぱり英語は重要ですね。だからこの講義に出てる人たちは、何度もコチヤさんの名前出しますけどね、TOEIC は最低850点は取れと、お前たちは学生なんだから満点を目指せと、990を目指せと、社会人だったら850点以上でいいと、ところがあなたたちは学生でしょと、勉強するんだから満点目指しなさいと。そうですだからやっぱりグローバルビジネス、私の講義を受けてる皆さんは850点以上取ってほしいし、講義に出てない経済学部の学生、あと広く言うとデータサイエンスの学生、教育学部の学生、滋賀大学の学生には全員やっぱり TOEIC は650点以上取ってほしいと。滋賀大学の学生ってすごいなと、ある程度の英語は喋れるし、英語で、コミュニケーション取れるというようになってほしいなという夢というか希望があるんで、そういう大学の見本というかトップですね、ピラミッドの頂点に、立つようなクラスのみんなでいてほしいなと思ってます。ありがとうございます。では今後グローバルビジネスの講義をどのような学生に受講してもらいたいですか？ちょっと今の繰り返しになっちゃうかもしれないんですけれども、グローバルコースですね、年間何人か、決まってるようですけど、そのグローバルコースの学生、あとは留学生、と英語に興味のある学生、海外で働きたい学生、もうそういう方に入ってもらいたいですね。来年以降も思います。ありがとうございます。これまでの話や講義を受講させていただいて、私自身グローバルで活躍したいという思いがより一層強くなりました。そこで新谷先生にお聞きしたいのですが、海外で日本人として働いていて一番嬉しかったこと、または手応えを感じられたことは何ですか？嬉しかったことは、一つというと難しいんですけれども、
1980年代のドイツ駐在の時にですね、ドイツで一番大きなテレビメーカーのグルンディヒというところの購買ダイレクターから、6年間ずっと一緒にビジネス、彼は購買、こちらは営業、毎日コンタクトを続けると、訪問の回数も月に1回、2回、ミュンヘンから彼らの本社のあるフィルトという、同じバイエルン州なんですけど、180キロ離れたところまで車で通ってたんですけど、6年間、毎月1回、2回、お前は来て、遅れたことがない。大雪も降るし、大嵐の時もあるし、社長連れてきたこととか、一人の時、いろいろあるけれども、1回も全く遅れてこないと。というのは、何十人と営業を見てきたけど、お前が初めてだと。で、ドイツ人の資材なんで、購買なんで、点数をつけてるんですね。各社、各営業マン、値段、納期、あと営業マン、点数をつけてる、半年に1回ぐらい。で、常に日立、私が代表させてもらってた、日立の電子部品は常に取ってた。6年間。一度も遅れてこなかった営業は見たことがない。というのを引き継ぎの時に言われて嬉しかったですね。あとはアメリカ駐在時代、アトランタにいて、東海岸にいて、西海岸の、サムソン電子、韓国のサムソン電子のメキシコ工場、これも毎月飛行機に乗って、で引き継ぎの時に言われて、私の後任の方は6年先輩の方だったんですけれども、その先輩の前で、あなたには注文もないのに毎月来たで、いろいろ話をして、あなたがいなかったら俺は注文を出さなかったというのを、そのサムソンのメキシコの工場長キムさんというのを言われた時はやっぱり嬉しかったですね。あとは手応えを感じたことっていうと、これは2002年の1月なんですけれども、その当時日立マクセルと新神戸電機というところ、日立グループのリチウムイオン電池の販売を担当してまして、でドイツで、リチウムイオン電池の各メーカー集まって15人集まって討論会をやる、日立グループ代表して誰が来いと、だから全員技術者なんで技術的な討論なんですけれども、1泊2日でやるんですけれども、ぜひ日立グループ代表して誰がいいと言った時に、私のお客さんだった G メンスの開発の部長さんが、日立だったらあなたに言えるよ、あいつはもうドイツ語はドイツ人と変わらないぐらい喋るし、リチウムイオン電池のもう技術ももうトップクラスだし、ちゃんと理解してるし、日立の代表はあなたにがいいというので、彼の推薦でドイツ人他14名の中で1泊2日で、日立を代表してリチウムイオンの技術の討論会に出させてもらったというのが一番心に残ってますね。経済学部出身の学生でも、毎日必死になって勉強をして興味を持って、情熱を持ってやってればそういうこともできるんだなと、これが一番心に残ってるので、ドイツのマークタイムテクニックという雑誌のこのコピーは、そうですね、多分死ぬまで持ち歩いてる持ち歩いてると思います。私の誇りです。はい。ありがとうございます。ではグローバルな
環境で働く上で日本人以外の方々と良い関係を築くために先生ご自身が大切にされていることは何でしょうか？そうですね。まあ自分のそれぞれの個性というのがあるんで、私の場合はとにかく何人に対しても積極的に、自分から発信していくというのを何人に対しても意識はしてます。ただやっぱりね、イスラムの宗教とか文化の違いとかそういうのもあるんで、それはある程度理解しなきゃいけないんですけど、今週の講義のマレーシア人のウェズリーも言ってましたけど、日本人は忍耐強くて、自分から何も言わないと黙ってるやつが多いと言ってましたけれども、まあ私の場合はどちらかというと自分からどんどん発言する方が好きだったんで、それを何人に対してでも意識するようにしてました。ただ逆に耳が痛かったのは、まあ、今回のゲストスピーカーの方約半数はですね、学生の皆さんからの質問で問題が起こった時どう解決しましたか言った時に、ほとんどみんなの回答がまず他人の言うこと、相手の言うことをしっかり聞くことです。そうですね。相手の言うことをしっかり聞いて理解することです。それがまず問題解決の第一歩ですと言われてですね、まあ非常に耳が痛いまあ本当ね、それが正論で最も正しいやり方だと思うんですけれども、やっぱり非常に難しいですね。まあ自分の立場もあるし、まあでもそれは皆さんの心にも焼き付いたと思いますけれども、私自身、横に女房がいたら多分お前は人の言うことは一切聞かない私の言うことは何も聞いてないまあ毎週毎日言われてるんですゲストスピーカーの言葉は非常に耳が痛かったんですけど、そこは私自身欠けてるところです。ただ積極性というのは常に持ち続けてます。ありがとうございます。はい、一昨年引き続き今年度もグローバルビジネスを開講していただいたということなんですが、一昨年と今年度を比べて授業の内容にはどのような変化がありましたか。また来年度もご担当いただけるということでしたが、来年度に向けた抱負などがあればお願いいたします。まず履修生の数なんですけども、2年前は27名で、うち5名が4回生で、いろいろやっぱり4回生忙しくて、4回生の5名はほとんど出てこなかった、22名で、今回38名とちょっとやっぱり多かった。増えましたで、もともと30人でプラスアルファ10名までいいですよって言ったら、なんかもうマックスまでちょっと多いなというのはあったんですけれども、まあ皆さんのサポートのおかげでですね、なんとか講義ができたと思ってます。まあ、今回の皆さんもですね、ゲストスピーカーとの質問の機会を190回与えたんですけれども、まあ、質問書かなかったりとか、欠席したりとかと人はいたんで、実績としては165回、だから 87% ですね。で、あとは出席率でいうと、講義に出席した方38名のうち回出席は17名、多いと思います。で、全体の出席率は 94%。まあだから成績でいうと州ですよね。 94% 出席率だと、まあそれだけ皆さんサポートしていただけたんで、今年度もまあ38名という大人数だからなんとかやれたのかなと思ってます。まあ2年前の講義は先ほども言いましたように、ゲストスピーカー9名、全員私の知り合いで、
しかも男性ばかりいっぱいあるんですけども、まあ、今回は高校の同級生も2人入ってもらって、女性も2人、入ってもらえて、陵水会の OB も2人入ってもらえて、というので、まあ、最低のノルマは女性を入れるというのと陵水会のメンバーを入れるというのはこなせたかなと思ってます。で、2023年度もですね、グローバルビジネスやらせてもらうんですけれども、ただ、2020年、21年、22年、この3年間はプロジェクト B という形だったんですけれども、2023年からはですね、グローバルコースの専攻専門科目、英語になります。その中で、アプライド・インターナショナル・エコノミクスという科目名で、副科目名でグローバルビジネスという学校でやらせていただくことになりました。まあ、そのための条件としては、新谷さん1年、2年で終わらないんですよ。ずっとやりますよと言われて、私からは、いや、88歳までやりますから、あと22年できません。ただ、まあ大学の、やっぱり規則がありますので、75歳過ぎてもできませんとかという時は仕方がないんですけど、いや、もう、私でよければやります。あとはそのメーカー編の4名の方に、何回か交代したりとかして、彼らがやれるときはやってもらう、できないときは私という形で来年度、そういうことで、専門科目とプロジェクト B から専門科目に変わるんですけれども、ゲストスピーカーをですね、陵水の若手メンバーを集めたいと思ってます。まあ、今回こういうインタビューさせていただいてですね、聞いていただく方で20代、30代、40代、まあ、今回ゲストスピーカーの中で、ポーランドのワルシャワから参加してくれた、高橋渉さんが40代後半で一番若かったんですけれども、まあ、もっと皆さんに近い、学生の皆さんに近い年代の人に話してもらいたいなと。まあ、現役バリバリで非常に忙しいというのは分かるんですけど、まあ、昔と違ってですね、会社も変わってます。今流行りのリスキリングですね。まあ、会社に入っても自分でやりたいことを見つけて自分をどんどん高めるために大学に入って学び出したり学び直したり留学したりとか、そういう制度、リスキリングの制度を作ってる会社もありますから、そういう意味でやっぱり学生に教えるというのもリスキリングの一つに、学び直しの一つになるんじゃないかなと考えると、まあ、半日ぐらいの年休は許してくれる会社や上司もいるのかなと。というので、まず宮西先生からちょっと20名以上候補者をいただいたんで、その方には2月の頭にちょっとメールでお願いを打診をして、会社や上長のために必要であれば、まあ、滋賀大のロゴが入った私の名前になっちゃうんですけど、インビテーションレターもちゃんと英語で出しますから、若手の方に出てもらいたい。あとはまあ陵水会のシニアでも東京陵水でちゃんと優秀な講義してくれるゲストスピーカーにふさわしいなという方を1名見つけたので、これは今週末にまた、今理事長、野島支部長にお願いをして、その方の連絡先をもらって、講義者の中に一人入れたいなと思ってます。ただまあ、来年は若い方優先で、もう全員若者で埋まってもいいなと。まあ、とりあえずやってみると、まあ、そうしないとやっぱり
でシニアの方、あともう私の友達の海外の方と、どういうのがいいかっていうのはやっぱりわからないので、来年はそう思ってます。あと来年オランダからの留学生というのもちらっと聞いているので、オランダ人だったらドイツ語が喋れるかなと。そうすると講義の前後でドイツ語で会話できるのが楽しみだなというのもありますし、あとはせっかくオランダから来るんだったら、ドイツ人になっちゃうんですけど、ヘッサンという2年前にやってくれた人が、また朝2時半からの向こうのズームミーティングになっちゃうんですけど、オランダから来る方がいれば彼に入ってもらおうかなと。留学生の方にはできるだけその国の方とつなぎたいなと、というのは今後も意識としてはあります。ありがとうございます。続いては荒谷先生の学生生活についてお聞きしたいと思います。グローバルビジネスの講義を通して現在の滋賀大生をどう思われましたか？昔と比べて何か変化を感じられた部分はありましたでしょうか？そうですね、現在の滋賀大生、先ほど言いましたように出席率 94% で非常に感謝しています。我々の頃はもっと自由で、そんなにみんな講義に出なかったです。クラブばっかりやったり、バイトばっかりやったり、ずっと麻雀ばっかりやってるやつだとかいたんですけど、でもこうやってね、講義に出て一生懸命勉強して、というのはありがたいですし、それが今の学生生活だと思いますし、勉強だけじゃなくて、クラブもやり、バイトもやり、SNS もやり、友人とも話し、時間をうまく使って、24時間しかないですけど、時間をうまく使って、さらに自分を高めてもらいたいなと。45年前の学生生活は全く比べ物にならないぐらい、皆さんの姿を感謝しています。ありがとうございます。学生時代の一番の思い出についてお聞かせいただけるでしょうか。私は弓道部で、あと大会に役員やってたんですけど、弓道、実は右手が小児麻痺で不自由でですね、そのリハビリというのもあって、中学の時は軟式テニス部で、高校は山岳部であんまり右手はつかなかったんですけど、リハビリというのも兼ねて弓道部とか4年間やってたんですけど、一番の思い出は大会の活動でですね、同じ下宿の1年上の剣道部の先輩が大会の役になってで、新たにお前もやってみないかということで、その先輩に誘ってもらって、で大会の活動、本部の活動をやってました。そこの活動の中で近畿地区の各国立大学の集まりがある。大阪大学、京都大学、奈良城から各教育大学、近畿地区の国立大学、そこの大会の役員と一緒に企画して、冬は長野の津賀池にスキーツアーで、夏は豊岡岳の海の家と上高地のテントクラブを企画、あと大会のその当時の役員、後輩の役員にいたんですけど、と一緒に行ったというのが一番の思い出ですね。いろいろ企画するのが楽しかったです。では最後に荒谷先生が今思うこと、滋賀大生のメッセージについてお聞きしたいと思います。将来グローバルに活躍するために学生時代にどのような経験を積んでおくべきか、アドバイスをいただけないでしょうか。
皆さん家庭環境も違うし、金銭面でも非常にばらつきがあると思うんですけど、やっぱり海外に興味のある人は、語学留学でもいいし、変な話、もう最低2週間や3週間の語学留学が出る時から、ホームステイしてというのを、英語圏がベストなのかもしれないんですけど、どんどん学生なんかに外に出てもらいたいと。あとは留学生もいますし、留学生の人とも英語や、あとは彼らの言葉で話をすると。今回もフランス人のニコラがいて、ブルターニュから来て、でプーランジさん、ブルターニュから朝2時半からズームで入ってもらって、で最初にプーランジさんが「ブルターニュ語で話すか」というのを言って、ニコラが「いいです」と言ってやってましたですけど、やっぱりせっかく留学生がいろんな国から来てるんで、その国の言葉の挨拶だとか簡単な言葉はやっぱり覚えるいいチャンスなんで、確かにサークルでもありますよね、グローバルなんですか GNS です、はい、GNS とか、あとアシスタントの山瀬さんが代表をやってる FLCC ですね、留学生と交流とか、あとはミシガン州立大学のジャパンセンター、松原にあるそれの学生との交流とか、そういうのは身近にコストかけずにできるんで、そういうのをどんどん積極的にやって英語を覚えて、彼らの言葉を覚えるというのを積極的に、やってほしいと思います。でそのグローバルコースとか私の講義を受けた人が中心になって、もう大学全体がそういう雰囲気になって、どんどんアメリカや、アジアの留学生はもちろんですけど、アメリカやヨーロッパの留学生にどんどん来てもらえれば、そういう大学になればいいなと思ってます。貴重なアドバイスありがとうございます。本日最後ですが、滋賀大の後輩に向けてこんな風に生きていってほしいというメッセージがあればお願いいたします。こういう時代なんでですね、私は45年前に滋賀大学の経済学部卒業したんですけれども、当時の会社の面接で言われたのも、とにかく頭は空っぽでもいいと、丈夫で元気で、それだけでいいと。でとにかく OJT で徹底的にお前たちは鍛えると、それだけは覚悟しておけという、もう入社その日からパワハラのような時代で育って、私は非常にいい先輩、いい教育者に巡り会えたんですけれど、今やっぱり時代が違って、肩書きは何の役にも立たないし、実力社会なんで、個人の実力を少しでも上げてもらおうと。自分の価値、自分のバリューをきちんと持ってもらって、その価値の一つにやっぱりネットワークというのも挙げられると思うんで、そのネットワークの一つにその滋賀大学の OB、OG だと、その陵水会というのもそのネットワークの一つですね。長い人生のわずか4年間ですけれども、そのネットワークを大事にしてもらいながら自分を高めてもらいたいと思います。あとは自己主張をどんどんしてもらって、自己判断ですね。自分は何が好きなのかと。今回の講義ではちょっと時間がなくて皆さんに聞けなかったんですけれども、2年前の講義では
あなたの好きな食べ物を3つあげてください。あとはあなたの好きな科目を3つあげてください。というのはまあ食べ物だったら簡単に言える。あと科目なんかは私の場合だったらそうですね、英語と社会と音楽です。自分の好きなものを仕事に生かすというか、まあそうならない場合も多いですけど、できるだけやっぱり自分の人生ですから自己分析をしっかりして、自分の好きな方向に向かっていけるように、あとは自分の価値を学生の間に高めていく。あとはまあもちろん卒業してからですけれどもやっぱり自分の価値を高めるというのに、一緒に頑張っていきましょう。ありがとうございます。それでは以上でインタビューを終了させていただきます。本日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。